今日はですね、こちらキークロン Q3 Pro、 こちらコペックジャパンさんよりレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。いいよ。簡易マニュアル、いつもとノブの位置が違うね。マニュアル、この辺の付属品を見ていきましょう。 USB Type-C ケーブル、タイプ A 変換コネクター付き、交換用キーキャップ、メンテナンスキット、六角レンチ、キースイッチ引き抜き具、ドライバー、そしてキーキャップ引き抜き具と。重い、いつもより重い、いつも以上に重い。おー、これはちょっといつもと違うぞ。おー、なんか裏面かっこよくなってる。そしてこの辺のね、左側のノブ、お、これ回しやすいな。これは Q1 Pro より明らかにいいぞ。はい、ということで本日はですね、キークロン Q3 Pro レビューしていきたいと思います。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、重い。こちら、キークロン Q3 Pro。こちらですね、コペックジャパンさんよりレビュー用に送っていただきました。重くて片手じゃ持てないです。最初にですね、まずファーストインプレッションですね、思ったんですけども、まず明らかに打鍵感は Q1 Pro と比べて良くなっております。一体 Q1 Pro と何が違うのか。そしてですね、左側に配置されているノブやマクロキー、これをどうやって使うのか。そしてケースが違ってとにかく重くなっています。またですね、ノブもアルミ削り出しに変わっていますので、高級感とか質感の高さっていうのは半端ないと思います。ということで行ってみましょう。キークロン Q3 Pro 80% コンパクトメカニカルキーボード、 Mac、Windows 対応、有線無線対応、フルアルミニウムボディ、 QMK-VIA サポートによりキーマップ変更が可能、ホットスワップ対応、3デバイスまでの接続が可能。キークロン Q3 Pro は普通の 80% コンパクトレイアウトとちょっと違いますよね。本体左側にノブとマクロキーが配置されています。カラーバリエーションは3種類あります。今回僕がチョイスしたカーボンブラック、オリーブグリーン、そしてシルバーグレイですね。オリーブグリーンはちょっとミリタリーっぽくて、パッと見なんか戦車っぽい感じしますよね。まず正面から見ると、レイアウトですね、 80% コンパクトレイアウトという風な感じなんですけども、左側にね、ノブとそれからマクロキーが4つあるということですね。この辺りは後で詳しく見ていきましょう。そして正面から見た時に気づくのは、キーキャップを取り囲む周辺が縁取られている感じで、今までのキークロンキーボードとはちょっとね、あしらいが違うということですね。そして、カーソルキーの上には LED があります。本体後ろには各種スイッチやコネクターがあります。有線無線切り替えスイッチ、 Mac、Windows 切り替えスイッチ、そして USB-C コネクター。一番右には無線接続用のアンテナがあります。本体背面には角度調整用の足はありません。裏面の処理が今までのキークロンキーボードとは異なる感じで、斜めの飾りというか、ちょっとね、アクセントになっていますよね。本体の高さがありますので、リストレストはあった方がいいのは Q シリーズ同様です。キーレイアウトは 80% コンパクトレイアウトで US 配列のものになっています。他にもね、日本語配列をチョイスできます。このレイアウトは Q3 や K8 と同じですね。そして左側のマクロ部分です。一番上に大きめのノブがあります。このノブはアルミ製でかなりね、質感が高いんですよね。ノブの周りにはギザギザがありますので回しやすいです。回すとノッチを感じることができて気持ちいいですね。もちろん押すことも可能です。ノブの下にはマクロ用キーが4つ配置されています。キーの大きさは通常キーよりも幅が広めで、高さは低めになっています。低めのキーキャップは通常キーとは高さが異なることで、手を打鍵ポジションに置いた時に明らかに指の感触が違うので、
マクロ用のキーを触っているなというのが分かってとてもいいですね。そして最大の特徴であるなんで左側に配置されているのかという点ですが、これは左手用デバイスとして機能するんじゃないかと勝手に思っているわけですね。Q Pro シリーズは VIA に対応していますので、キーマップが自由に変更可能なんですよ。VIA を使ってノブとマクロ用キーキャップをカスタマイズして、動画編集に便利なようにカスタマイズしました。まずノブはタイムラインの移動ですね。回すことで左右に動かすことができます。M1 は左シフトキーに割り当てて、M1 を押しながらノブを回すと、このね、左右に動くタイムラインの速さを変えることができます。M2 はですね、ブレードキーに割り当てています。これは動画のクリップを分割するためのキーという感じですね。そして M3 はバックスペースキーで分割した不要なクリップを削除するということです。M4 キーは今使ってないですね。そしてこのキーのサイズが通常キーと違うことでかなり便利だと感じたのがですね、通常キーよりもちょっとだけ横長にできているので押しやすいということですね。でまたこのマクロキーを押しながらノブも操作しやすいというのが個人的には嬉しいところでした。でマクロやノブだけじゃなくて、もちろんね、通常キーのキーマップも変更が可能になっております。一点注意が必要なのは、キーマップの変更というのはこのアプリによってね、使っているアプリによって変更ができないっていうんですね。例えば、ファイナルカットを使っているときはこういうふうにアサインします。例えば、イラストレーターを使っているときはこういうキーのアサインにするよということはできないんですね。なので、純粋な左手用のデバイスとしてはちょっと使うことは難しいんですが、Mac、Windows 切り替えスイッチを含めて4つまでのね、レイヤーに対応してますので、4種類までのキーマップ変更が可能ということは覚えておいてください。RGB はサウスフェイスということなので、下側にライトがついていますので、発光はとても綺麗だと思います。もちろん発光パターンの変更も可能ですし、発光させなくすることもできます。無線で使っている時に発光させるとバッテリーをね、消耗しますので、ご利用は計画的にお願いします。キーキャップは Q Pro シリーズの標準ともいえる KSA プロファイルで、キーキャップ真ん中がへこんでいる感じで、キーの高さが今までの OSA プロファイルよりもちょっとだけね、高くなっておりますので、やっぱりリストレストがあった方が打鍵しやすいかなというふうには思いますね。スイッチは今回僕はですね、キークロン K プロのバナナスイッチを使っております。通常赤軸や茶軸だとちょっと軽すぎる感じがするんですよね。このタクタイルの引っかかり感と程よい重さというのが打鍵感とマッチしてとてもいいなという感じでございます。はい、ということでちょっとね、これ中身を開封してみようかと思います。バッテリーの収容方法がかなりね、しっかりしてる気がしますね。しかもこの底面が厚みがあるわ。本体はと。PCB があってクッションがあって、ここにも基板のね PCB があってクッションがあって、さらにここにもプレートがある。これは確かに改善されてるよね。実はというほどでもないんですけど、このマクロ部分のスイッチはロープロファイルのタクタイル茶軸が使われてますね。なのでマクロと本体部分のスイッチとで異なる、高さをね変えるためにスイッチを変えているっていうこともあるかもしれないですね。いやー、かなりこういった静音対策が取られていることがわかると思います。
打鍵チェックですね。かなりいいとは思いますが、ちょっと金属音が反響するのは Q プロシリーズの共通の悩みですかね。反響音を抑える必要がありますが、とはいえ、なかなかにね、素晴らしい打鍵音ではあると思います。お値段チェックです。日本語レイアウト、英語レイアウトともに、スイッチもキーキャップも付属して、お値段が43,890円ということで、結構高いと思いますが、この質感とね、それから左手用デバイスとして使えるということを考えると、納得のいく金額って言いたいところなんですけども、円安も影響しているとはいえ、ちょっと高い感じはしますよね。質感はめちゃくちゃ素晴らしいです。山カフェチェックです。キークロンの高級無線対応モデル、キークロン Q3 Pro。今までの Q シリーズよりも本体ケースの足台が異なったりね、打鍵感もアップして、そして質感も高いんじゃないかと思います。無線化されたことでデスク上での取り回しもね、かなり楽になりました。また 80% 点キーレスモデルのレイアウトは使いやすく、さらに左に配置された大きめのノブとマクロキーがあたかも左手デバイスのように使えるのがかなり便利だと思います。一方ですね、本体が 2kg を超えてきているので、かなりの重量級だと思います。持ち運びする人はいや多分ねいないと思いますけども、落とさないようにしてください。そしてね、なんといっても円安影響もあると思いますけども、4万円を超えてきているこの値段は、この左側のノブとマクロスイッチに何を求めるかで変わってくるかと思います。ということで、詳細は概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。質問ありましたらコメント欄までスーパーサンクスもよろしくお願いします。チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。